いやもううちで稽古してますから、私も教えてきてるし、もうそれをそのまま実践してもらえばそれでいいんじゃないですか。それプラスアルファ自分の思いもね入れていって、もっともっといいところをね引き出していけばいいと思いますけど。今回6月9日に9代目伊勢ヶ濱親方が、正式にですね、10代目今の照ノ富士親方、その継承にあたってですね、今どのように感じていらっしゃるか、まずは伊勢ヶ濱親方からお願いします。この伊勢ヶ濱という名跡はですね、もともとはその大関横綱に継承してほしいという名跡でこうずっと来てるんですね。そういう意味じゃ弟子のね照ノ富士が横綱になって、それを継承してもらうことになったんで、いい形でバトンタッチできるんじゃないかなっていう思いはありますね。ありがとうございます。では照ノ富士親方は今継承前にどのようなお気持ちでしょうか。この伊勢ヶ濱っていう名門の部屋、そして今こんだけの人数が多い、関取も多い各界で一番大きな部屋を受け継ぐことになることなんで、より一層、これ以上に頑張っていかないといけないなっていう責任はありますね。今回のこの襲名に至るまでですね、で9代目の伊勢ヶ濱部屋をちょっと振り返っていただけたらなというふうに思うんですが、最初安治川部屋から、名前が変更になって変わって、2007年に、9代目として今の伊勢ヶ濱親方が師匠になられたと。まず伊勢ヶ濱親方にとってこの伊勢ヶ濱部屋っていうものはどういう部屋っていうふうに今思われてますか。向こうの親方ももう一旦部屋を閉めてたっていう形になってましたけど、その名門の部屋を復活させてほしいっていう話とですね、その名前をやっぱり大切にしてほしいっていうことで私も受け継いだんですよね。そういう中でそこはしっかりやっぱりまた次につなげていかなきゃいけないので、そのためにはやっぱり強い力士輩出して、頑張ろうっていう気持ちもねまた一つスイッチ入ったっていうかね、もともとそういう気持ちをずっと持って安治川部屋っていうのをやってきました。そこから伊勢ヶ濱になって本当にまたもう一段ね上目指してやらなきゃいけないなっていうその強い気持ち持つことができて、それが今につながってるんで良かったんじゃないですかね。では照ノ富士親方にとってはこの伊勢ヶ濱部屋、間垣部屋から、移籍してこられる形で、門を叩かれたと思うんですが、その時の気持ちと含めてこの部屋っていうのは親方にとってどういう部屋でしたでしょうか。入門したのは間垣部屋でしたし、そこから伊勢ヶ濱部屋に合併することになりまして、そこからですね本当に最初来る時の印象っていうのは本当に稽古が厳しくて怖いっていうイメージでいたんですけど、もちろんその稽古はするってことはもう当たり前のことであって、入ってからそのイメージっていうのはゴロッと変わって、これは自分のためにやることなんだっていうのはもう日に日に分かってきたし、部屋の雰囲気も、先輩たちそして親方おかみさんからのそのアドバイスとか、本当に家族のような感じで、迎え入れてくれて、今もみんなそういう気持ちでいるので、この気持ちとあとこの稽古、今までやってきたことをこれから、さらにプラスしてできることをやっていきたいなと思います。伊勢ヶ濱親方はそういうちょっと緊張しながら入ってきた今の照ノ富士親方を初めて見た時はどういう印象を持たれました。しっかり鍛えればね関取上に上がっていくっていう感じは受けましたけどね。つまり大きな期待を持って指導に当たってこられたっていうことですね。そうですね。伊勢ヶ濱部屋の稽古ですね、この各界でも特に厳しいというふうに言われているこの稽古があったからこそ、やっぱり今まで14名ですかね関取を輩出してきた、やっぱりまさに名門の部屋だと思うんですが、その要は稽古指導する上で特に伊勢ヶ濱親方が大切にされてきたことっていうのは何かありますでしょうか。日々ね毎日の積み重ね大切なので、1日休んだら3日遅れるっていう昔からよく言われるんで、ただとにかく休ませないっていう
気持ちですね。新しい伊勢ヶ浜部屋に今から、引き継いでいくにあたって照ノ富士親方にここだけは新しい伊勢ヶ浜部屋でもやってほしいなっていうそういう期待するところみたいなものはありますでしょうか。いやもううちで稽古してますから私も教えてきてるしもうそれをそのまま実践してもらえばそれでいいんじゃないですか。それプラスアルファ自分の思いもね入れていってもっともっといいところをね引き出していけばいいと思いますけど。では、照ノ富士親方にじゃあ次はちょっと質問なんですが、引退会見の時にですね、相撲人生を2回楽しんだっていうふうにおっしゃったと思うんですけど、今からまさに3回目になっていくのかなっていうふうに思っています。私は親方として今からこの大相撲関わっていく中で何かやり遂げたいことであったりとかどんなことをやりたいとかありますでしょうか。親方としての宿命っていうかやるべきことっていうのはもちろん強い力士を育てる、そこから横綱大関を育てて、境外に恩返しするっていうことがもう大事前提で、これからも頑張っていきたいなと思いますし、自分が今まで、やってきたことをプラスして、みんなに伝えていけたらなと思いますし、もちろん自分がずっとやってきたからって言ってみんなできるわけでもないんで、そこをみんなに合わせて教えていけたらなと思います。お二人の今までの相撲人生全部でいいと思います。記憶に残る取り組み、ご自身でもいいですし、部屋の誰かの取り組みでもいいし、とにかく記憶に残る取り組みってありますでしょうか。十両上がる、幕内上がる、三役上がる、大関上がる、横綱上がる、その節目節目の場所ですよね。そこの相撲っていうのはほとんどみんな覚えてるんじゃないですかね。だから記憶に残るとかじゃなくてやっぱりそこの節目節目の相撲15日間みんな頭の中入ってると思いますね。で親方になるとまたそれだけじゃなくてですね、その部屋の関取の一番のいい相撲、それもずっと印象に残ってますから、それをなんとか引き出せるようにっていつも教えるんですけどね、そういった意味じゃそういう節目節目、またその部屋の関取衆のそういったいい相撲、そういうのは全部みんな覚えてますから、どれって言われても。そうですよね、ありがとうございます。親方も同じですかね。同じですね。これからの未来、今の子どもたち、今の少年力士であったりとか、彼らに向けて何かメッセージはありますでしょうか。相撲をやるんであればですね、やはりその横綱ずっとねそれを目指して頑張ってほしいですよね。一番上を目指してやっていくっていうのは自分の励み、またその稽古に臨む勇気、そういったいろんなものに影響してくるので、もういつまでもその横綱になるんだっていう思いをね捨てずにずっと頑張ってほしいですね。関取になってからでも。そうですね、やっぱりプロを目指して相撲界に入る以上はやっぱりてっぺんを目指してみんなやるべきことだと思うし、相撲をやるにあたって最初みんなもう小学校ぐらいからやる子が多いんですけど、まずはお父さんお母さんたちがですね相撲に興味を持ってもらって、そしてまずは子供に、相撲っていうのはこういうものだっていうのは教えながら相撲に興味を持ってもらって、そして教えを最初に巻いてもらって、最初は楽しんでもらう。でそこから相撲より深く分かるようになってプロを目指すっていうこういう段階を結構みんな組んでいくと思うんで、だからその段階で最初は楽しむ、そこから自分で目標を持ってプロに入るっていう感じでみんな頑張ってほしいなと思いますね。それではですね、もうあと終盤なんですけど、まず伊勢ヶ濱親方はこの1年間その宮城野部屋と伊勢ヶ濱部屋とが一緒にやってきたこの1年間はそれまでの1年間と何か違いとかはありましたでしょうか。よその部屋の力士と、稽古するっていうのはこれ刺激になってお互いに相乗効果十分出てきますから、やっぱりその刺激っていう面においては来てもらって良かったなと思いますね。ただ当初はあまりねうちの稽古についてこれなかったんですけど、
今しっかり慣れてもうやれるようになってで全員が番付上がってますね。もうそれが一番良かったなって私は思ってるところですね。うちに来たからって言ってずっとそのまんまとか下に落ちたとかそんなんではなくて、来た時よりは全員もうほぼ全員ですね番付上がってますから、来てからずっと連続で勝ち越してる子もいますからね、4場所かな。そういった意味で本当に親御さんにもね喜んでいただいてよかったなって思ってますね。自分が元気で横綱として土俵を務めてた時にみんな来たので、その時にやっぱりこのもちろんさっき親方の話にもあった稽古についてこれなかった時期もありましたけど、それを食らいついてみんなよく頑張ってくれて、その時からやっぱり胸出してやっぱみんな一生懸命頑張ってきましたし、自分もやっぱり伊勢ヶ濱部屋に間垣部屋からが初めて来た時のことも思い出して、その時のようにみんなにあったかく受け入れるようにしたいなっていう、そしてやっぱみんなを強くさせたいっていう気持ちで胸を出してやってきましたので、その成果もやっぱさっきの話で通り出てますし、これからやっぱ親方としてやっていく中でもう相変わらずみんなを強くさせる、そしてみんな家族のように仲良く生活するっていうことを胸に決めてやっていきたいなと思ってます。まず伊勢ヶ濱親方、これからじゃあまた次の相撲人生になると思うんですが、どんなことをもうとにかく何でもいいです、もうどんなことやりたいか。指導はねこれからも続けていくし、やっぱり預かった子どもたちじゃない親御さんにも引退してからでもまだまだその稽古をねしっかり見て指導していくっていうことも約束して入門してますから、年数的なことを考えて入門させてるんで、その約束もしっかり果たさなきゃいけないし、そういった意味でその指導っていうのはこれからもねまだまだ続きますし、本当にやることはね同じだと思いますよ。それでは、照ノ富士親方はもう最後の質問なんで、ちょっとなんかフランクにいろいろな思いを聞けたらなと思うんですけど、新しい部屋でやりたいこととかもしあったら今聞けたらいいなと思います。本当に今まで教えてもらったことを次の子たちにも教えていきたいなと思いますし、それにやっぱ心が折れた時にどういう感じで自分を奮い立たせてやってきたかっていうのもこれから徐々にみんなに伝えていけたらなと思いますし、そしてやっぱ一つ考えてることはやっぱ次にプロを目指して帰ってくる子たちに相撲を楽しめる場をこれから頑張って作ってあげたらなと思ってやっていこうと思います。今日はどうもお貴重な時間をありがとうございました。ありがとうございました。照ノ富士です。元気中たくさんの方に応援していただき本当にありがとうございました。2026年1月31日土曜日、照ノ富士引退、伊勢ヶ濱襲名大相撲両国国技館にて開催することになりました。ぜひ皆さん私の最後の土俵入りを見ていただけると嬉しく思います。詳細に関しては伊勢ヶ濱部屋ホームページからご覧ください。待ってます。皆さんよろしくお願いします。